皆さんこんにちは。今日はノースガードをやっていきます。ちょっと古めと言っていいですかね。75% オフの時に買って積んでました。ウィキ見たら2018年発売だったんですね。2018年って7年前なんですか？心のどこかが傷ついた気がしましたが、先に進みましょうか。これって有名なタイトルなんですか？Steam 以外にも PS4、Xbox One、そしてスイッチと幅広く販売されていたので、ご存知の方は多いかもしれません。まあ発売から何年経っても、自分が初めて遊ぶゲームは実質新作ゲームみたいなものなので、楽しんでいきましょう。ゲーム設定していきましょう。今回はヤギのクランを使いますかね。ヤギちゃんの角、いいよね。このクランですが、内政、特に食料関係が強くて助かりますね。一方で戦闘はからっきしですので、攻め込まれた際の脆さが気になります。クランの色ですが、ゆかりさんカラーの紫にしておきました。難易度は難しい。マップの大きさは大でいきます。ところで、角が生えている女の子って良くないですか？一番好みなのは羊のように丸まってる角です。硬質でありつつも、女の子らしさが垣間見えるため、キャラクターが超絶可愛らしくなって最高だと思うんですが、皆さんはどんな角がお好きですかね？最初は、石膏訓練所と伐採所を建てるのが、鉄板っぽいですね。結構、リソース管理が厳しい印象を受けました。生産の収支をプラスにするのはもちろん、上限値にも気をつけないといけません。他ゲームの経験からこれらの要素はすんなり理解できましたが、個人的に魅力なのは勝利条件の多さですね。このゲームも支部みたいに複数用意されてますが、どれを目指しますか？ライバル全員を叩き潰すのはしなさそうってのはわかりますが、大貿易勝利っていうのを目指します。やり方はとても簡単。ニクラガルズという島の外にある大都市にクラウンを輸出してひたすらポイントゲットします。他の勝利条件は複数地域支配だとか特定のものを建設とか、ちょっと手間なんですよね。そう言ってるうちに石膏が旅立っていきました。石膏が調査完了した土地には入植ができますが、狼がいるのでここはまだかな。ちなみに石膏は負傷もしますし死ぬこともあります。ゲームクリアまでに生きてたらいいですね。石膏の命が軽いのはどの世界でも同じってことですか？さて、画面では住民の上限を上げるために家を建ててます。6人上限だったのが11人になりましたね。村人は拠点から生まれてきますが、今回はニクラガルズからの贈り物としてももらうため、常に余裕は見ておきたいです。さてさて、石膏が次に探索したお隣さんは、これは即入植です。鹿と魚が取れるので食料には困りませんね。これそれだけに建設するものを厳選しないといけませんね。ですね。まずは石材を採取してさっさと枯渇させましょうか。採石所ができたら狩人小屋でも作りましょうかね。釣り場とどっちが性能いいんでしょうね。同じな気はしてますが。で、狼に噛まれてますよ。対抗させてみましたが、一旦退避させますか。皆さん、ちょっと狼をボコしてください。村人全員集めてて草生えますよ。戦闘要員を抱える余裕はないので仕方ないですね。討伐完了です。寄ってきた村人を甲府に転職させておきますね。狩人小屋を建てた後、ロアが溜まりました。ロアは支部でいう技術みたいなものです。取捨選択と優先順位が重要なやつですね。ニクラガルズにクラウンを送るためには造船が必要なんで、まずはそれを目指します。前提となっている効率的採掘も今のタイミングでちょうど有用なものでしたね。この地域、狼に襲撃される前から探索済みだったんですが、やっと入植できました。ナンパ船は宝箱ですね。ありがたくクラウンと木材を頂戴しましょう。それよりもさっき建てた狩人小屋に人を振ってませんよ。本当ですね。狩人を任命しましょう。どうせなら2人にしときますかね。
それにしても防衛はどうするんですか？隣接の地域どちらにも狼がいるんで、何かしら対策をした方が良さそうです。バイキングらしく戦闘ユニットを用意してもいいんでしょうが、今回は引きこもるんでね。まずは見張り台を立てて様子見しますか。見張り台は建物の上限にカウントされず、地域内に侵入してきた敵性ユニットを自動で攻撃してくれるので管理が楽です。まあ修理は村人をそって早速来てる。甲府は敵を食い止め、狩人は後方から矢を放ってください。はあ、ちょっと攻撃頻度がいつもより高いですね。改めて見張り台を設置しときましょう。ナンパ船から資源をゲットしたり、交渉が枯渇したので採石所を破壊したりしてました。漁師小屋を建てます。雪がちらついてますね。月日が流れるのは早いですね。もう1年目の冬です。その件は後で触れますが、またロアが溜まりました。予定通り造船を取ります。さて、先ほどの話ですが、本ゲームでは季節によって食料および木材の収支バランスが変化します。冬になると食料は生産が減少し、木材は消費が増えるんですよね。そのため年間を通した計画を立てないといけません。右上の各数値を見てみましょうか。左から幸福度、食料、木材、クラウン、石材、鉄、人数、防衛戦力です。今の状態は問題ないですね。今の水準をキープできてます。というわけで収支関係は OK なので、ゲームに勝利するために早速ですが鳩場を作りましょうか。今回海岸沿いの領域が2つあったので贅沢に両方で作りますよ。人数が上限に来ちゃってますが。はいはい、わかりました。お家も建てましょうね。ノースガードはリソース管理ゲームとしても面白いですね。冬でもお構いなしに木材を大量消費できてるのはきちんとした供給力があるからなんですよね。人的リソースの振り分け方でいとも簡単にバランスが変化するので、ここら辺の見極めが大切でした。鳩場が完成して区切りがいいので、今回はここまでにしようかなと思います。今回からはコンパクトな時間にしてみました。まだまだ試行錯誤しながらですが、楽しんでもらえる動画をお届けしますね。最後までご視聴ありがとうございました。